天国に行って純粋意識になってそこにあり続けるわけですけれども、瞑想の聖地インドで修行者1億人の頂点に立つ史上初の女性、ヨガの母ヨグマタ相川恵子が送る人生の羅針盤。今回のテーマは、こんにちは、ヨグマタ相川恵子です。今日はマハサマディについてお話をさせていただきます。ヒマラヤ聖者、究極のサマディをなしね、心身を清め尽くして、仏教用語で言うと涅槃に到達した方が、あるいは聖者がね、そういう長く修行されて清まった方が亡くなられたらマハサマディというね、そういう言葉をインドではお使いになるんですね。それは究極のサマディ、純粋な存在、源の存在と一体になっていて、さらにね肉体を脱いでもう帰ってこないというね、永遠のね存在と一体になって、そういうサマディに没入しきっているっていう、それをマハサマディって言うんですね。天国に行って、そういうね純粋意識になってそこにあり続けるわけですけれども、普通の人が亡くなったのはマハサマディとは言わないんですね。よく日本では仏になったとか言いますけれども、仏っていうのはね、そういう私たちが悟るその力があるっていうことで、肉体をね脱いで、肉体がどこか具合が悪くてねもう生きられないっていう時は、それ寿命がそこで尽きて亡くなられてしまうっていうことなんですけれども、悟りを得た存在っていうのは意識が覚醒しているので、そのままね純粋意識のままね、それが神と一体になって、そしてそれであり続けるという、ヒマラヤの修行というのは究極のサマディというのをね成し遂げて涅槃に入るわけですね。心を超えるって、そして源の存在と一体になる、空になりきる、ナッシングネスになりきるっていうのはね、しっかりとね意識を覚醒させてね、そしてサンカルパの英知がないとそこからね戻ってこれないっていうことがありますので、誰でもがその深い瞑想でねそういう状態を維持していくっていうことはできないんですね。それでアンダーグラウンドサマディとかね、それはこの全部密閉された中で死を超えているっていう証明で、もし呼吸をその中でしたらね二酸化炭素が増えてそこでなくなってしまうんですけれども、それを超えて全てが清まり尽くして、そして心を超え死を超えたステージ、そして源の純粋な波動と一体になり、さらにナッシングネスになっていくブラフマ、神と一体になる。最初はアートマってね、それは真の自己なんですけれど、そこに立ち返っていく、自分自身になっていく、自分は一体誰であるのかっていうね、私たちはそういった永遠の存在ね、変わらない存在、そこから送られてきた存在である。その源を知らないと私たちは本当のことをね知らないということで、それを知っていく、真理を知っていく、そうすると全てのことが明確になって分かるということで、そのアートマンになり、さらにパラマアートマンって大きなアートマンって、それと一体になっていく。海の水があって、一人一人はその水をコップに汲んだその水のね、それが一人のアートマで、その水を大海にね戻して流すと、その大海の水と一体になって、その大海の水がね源の存在で、それをブラフマンっていう、そういうところに帰っていくっていうのがね真の悟り。それでマハサマディっていうのはそこに帰って生き切ってもう戻ってこないっていうことなんですね。皆さん瞑想をして、ちょっとするとまたマインドが働いてね、
現在意識になって戻ってくるわけですね。ですからそれをこう深く深く修行をしていくとね、究極のサマディのステージとどまる。でもそれはね、ちゃんと戻ってこれるように、そういうね力をねいただいて、それが秘宝でもあるわけですけれど、そういう修行をして証明をしていくっていうね、それが究極のサマディ涅槃。真のヨガ瞑想を通して100万人以上に愛と平和を伝えてきたヨグマタ相川恵子に学ぶヒマラヤシッダー瞑想無料説明会を開催中。 LINE 登録するだけで完全瞑想ガイドをプレゼント。詳しくは概要欄から。サマディの名前もねいろいろありまして、段階があってね、体のサマディとかね、心のサマディとかね、でこうサマディってそれ一体になるんですけど、まだ心の働きがあって、ビタルカサマディとかね、でニルビタルカサマディとかね、それからビチャーラっていうのは心なんで、ビチャラサマディ、ニルビチャラサマディ、アーナンダサマディって喜びのサマディね、でアスミタサマディ、私って最後のエゴですね。純粋にしてそれと一体になって、それ全てが消えていく、全部が消える、ニルナッシングネスになる。そういう段階があるんですね、サマディ。サマディっていうのをその瞑想とも言ったりする方もいるんですけど、いろいろね、その聖者によってね使い方がいろいろあったりしてね、ちょっと混乱を極めるところもあるんですけどね。そうやって段階を踏んで、ただ座っていることを瞑想と言ったりね、瞑想ってサンスクリット語でねディアーナっていうんですね。でサマディってのはその上のディアンってそういう一筋のそういう状態が続くっていうね。でコンセントレートっていうのね、集中っていうのね、それはダラーナっていうんですね。例えば光を見てるとかね、黒点を見てるとか、それ一つのことに集中してる、コンセントレーション。集中っていうのはエネルギーを集めるね。で瞑想っていうのはそれがこう広がった状態、どちらかというとこう離れる感じなんですね。だから集中っていうのはものすごくこうエネルギーを消耗する、何か勉強に没頭するとかね、それになりきっていくとわーっとこう広がったみたいな、その流れにずっとこう乗っかっていくみたいな。その前にこういろいろステップがあってね、感覚を統制する、プラティアハーラっていうんですけどね、やっぱりこう耳がいろいろ聞こえたり、目もうろうろしたりね、そういうものをねシャットアウトして、そういう聖なるものに意識を向けていく。でその波動と一体になっていく、そういうことでですね、皆さんがねこう体があって心があって、その源に何があるのかって、その源にね曇りのない純粋な存在があって、全てを作り出す存在がある。そこに立ち返っていく。死ぬとね体がここに置いて、そして魂とその心の記憶がくっついていくんですね。だからその生きてる間に心を清めていって、でそのマハサマディに入った聖者っていうのは全部清め尽くしたのでね、だから天国に行かれるっていうことで、体も清め尽くして心も清め尽くして、だから普通の人はストレスをいっぱい溜めているのでね、だからできるだけいいエネルギーにつながって生きてる間にね修行していただきたいなと思うんですね。それでインドの場合はこう焼かないんですよね、聖者は。普通の人は仮装してこう薪をたくさん組んで、そこの上に乗せてこう本当に肉体をね消滅させて、そして骨をね拾って、それをガンジス川に流したりするわけですけれども、聖者はねそのまま土葬にするんですね。ババジの時もそういうふうにやられましたね。綺麗だから焼く必要がないって、またみんなもこうさらにこうね拝みやすくなりますね。そういうふうにしてインドはサマディプレイスっていうのを作ってやる。でそれを皆さんがこう信仰深くお参りをしてね、そしてこうパワーをいただいて、亡くなられてからも皆さんをお救いしていくっていうことなんですね、その波動がね。そういうふうに信じられています。
ご視聴いただきありがとうございました。何か気づきとかねありましたら、ぜひコメント欄にシェアしていただけますと幸いです。皆さんにお役に立つことを発信していきたいと思います。よろしくお願いいたします。